佐々木ひろみ、職業はデザイナー、メゾイナッシュパリのファウンダーでありデザイナーです。まずはじめにひろみさんがパリに渡られたきっかけって、お友達がパリに住んでいて、でその彼女を訪ねてきたのが私が20代の初めぐらいかな。遊びに来た。そうです、完全に遊びで、それで、どちらかというとパリよりはロンドンに行きたかったんですけど、先にパリに入ってそこからロンドンに行ってっていう。でもやっぱりパリがすごく好きになって、でそこから毎年パリに遊びに来るようになってっていう、それがなんかきっかけかな。遊びに毎年来ていて、住みましょうと思ったのは、それは結婚を、することになり、今の主人とパリで出会って、でそれからちょっと離れて遠距離だったんですけど、そこから結婚することになり、でパリに来たというそういう流れです。パリにいらして当初は何かお仕事されてるんですか？その当時は私は、出版社にいて、で仕事をしてたんですけど、なんかそういう時代だったので、ものすごい出版業界も忙しくて、バブルの一番いい時代ですから、割といい条件的にもね、すごいいい感じで仕事ができてたので、あんまりすぐに結婚したからってパリに行きたくなくって、で最初は行ったり来たりで、お休みをちょっと取って会いに来たりっていう、そんな感じだったかな。じゃあ出版社で編集のお仕事。そうですね。お仕事のキャリアで今そのメゾネナーシュパリを立ち上げた現在までで、なんかエピソードってありますか？ファッションの道にっていう、割となんか仕事とやってきたことというのがいつもなんだろう、自然というか、その流れの中でそれ面白そうみたいな、そういう飛びついたみたいなところはあるのかな。でもなんか割と直感っていうか、勘でやってきた部分があって、ただやっぱり会社が少しずつ大きくなってきて、勘だけじゃやっていけなくなってきているので、今は一回持ち帰り、考えて、そして次の日にあるいはまたその次の日ある程度ちょっと時間を置いて、俯瞰で考えて決めなきゃいけないなっていうのがここのところ、そういう風に変わってきてますね。メゾネナーシュパリというブランドについて少しちょっと伺ってもいいですか？何年ぐらい前にできた何のブランド？ラフィアのバッグをメインにしている、アクセサリーのブランドでして、会社を設立したのが2014年なので、今年で丸10年経ちます。10年です。ヤシの幹を削って干したものがそのラフィアっていう、例えばこのバッグがそのラフィアバッグなんですけど、それを干した紐状にしたものを、女性たちが手で編んでるんですよね。一つ一つ。マダガスカルはアフリカのインド側の大きな島なんですけど、そこはヤシの木がすごく自然豊かなところで、これがマダガスカルって割と貧しい国なので、私たちが仕事をしているアトリエはその女性たちにかぎ針を渡してワークショップ教えて、3ヶ月4ヶ月ずっとその技術を教えて、それで一つのバッグを作れるまでに育て上げ、その人たちがみんなそこのアトリエで働いているっていう女性たちのそのアトリエがあるんですけど、で私たちやっぱりそこに初めてマダガスカル訪ねた時にもう大感動しちゃって、こんなたくさんの人たちがこんなみんな私たちのバッグを作ってるんだっていう、今はとにかくその人たちの生活があるわけで、女性たちがやっぱりかぎ針一本で自立できるっていうことはものすごく
彼女たちにとっては社会貢献できていると思うので、それをなんか止めずにこう継続して仕事を与えられるようにするっていうことが私たちのなんかこう一つの、目標。こういう、デザインはパリでデザインして、それでマダガスカルのアトリエで編んでいただいて、で私たちは年に3回ぐらい、3、4回マダガスカルに行って状況をこう見たりいろんな確認して、行くたびにそのアトリエの人たちも仲良くなって、いい感じでこの関係を続けてます。でそれと同時になんかこんなレザーのバッグも今作っていて、これはインドで、で手作りで、これも、紐状になった革の紐をこういろいろな織り柄があって、でこれもちょっと柄が違うんですけど、で私たちのこのアイコンのタッセルがこうついているものがこうトートバッグとか、いろいろクラッチバッグなんかもあるんですけど、これはねチェンナイっていうインドの南の方、ちょっとベンガール湾に面している、そこは革のレザーの産地なんですけど、これはね女性だけじゃなくて男性も、でインドってやっぱりすごく職人さんがたくさんいて、刺繍とか織物もそうだし、こういう美術なんかもそうで、すごい器用な人がたくさんいて、なかなか面白いとこですよ。初めて行ったマダガスカルでレストランで夜ご飯を食べていたら、隣のなんかフランス人のビジネスマンだと思う、こんなところに日本人がいるんでびっくりして「君たちなんでこんなところにいるの?」って、で私たちが「いや私たちバッグを作っていて」なんて話をしたら、お友達の奥さんがなんかラフィアのバッグのアトリエを最近始めたんで、よかったら行ってみたらなんて言って、でアドレスを教えてもらって、で私たちそのなんか次の日ぐらいに連絡を取って行ったの。でそれが今うちのメインのアトリエなんですよ。なんかやっぱり行くといろいろなところでその出会いがあって、ひょんなところでどんどん発展していってっていう。でそこのアトリエ今300人ぐらいなんか人がいて、でその人たちはみんななんかエナーキのバッグを作ってくれてるんですけど、それもね人と人とのご縁のこう積みつながりでこう広がっていくっていう、そこはなんか本当にこの仕事をやっていて、よかったなって思う。ご自身のなんかファッションのこだわりとかありますか？やっぱりモノトーンの色とかが多いので、あんまり色のものとか柄のものは最近着なくなってるので、できるだけ足元とかバッグ、帽子、アクセサリーでなんか変化をつけるっていうか、そこでちょっと遊ぼうかなっていうのはあるかな。コーディネート決める上で大切にしてることってありますか？なんかその決めて仕事の内容で決める。もう今日はもう結構ハードだなと思ったら、もうそうこうパンツで上はこうちょっと脱いだり着たりってできるようなものだったり、あと今日は夜ちょっとその後どっか食事に流れるなっていう時はこうワンピースだったり、多分その何をするかで洋服を選ぶ感じかな。チャンネルご覧の視聴者の方々にワードローブの基本なんかおすすめのワードローブのアイテムみたいなのがあれば教えていただきたいんですけど、例えばさっき言ったようにパッと羽織れるけどそれで動きやすいコンフォートだけの形になるワンピースとか、ひろみさんがおすすめするファッションアイテムがあれば。ワンピースだったりチュニックだったりするのはやっぱり小物使いですごくこういろいろ変えられるので、アクセサリーとか、ベルトとか靴とか、そういうもので変化をつけられるのかな。あと巻物、巻物は大好きで、必ず巻物をしない日はない夏でも冬でも。夏はやっぱりちょっとクーラーとか、温度差がある時も変化をつけられるし、あったかいしとか言うんで巻物をよくするかな。
ひろみさんが思うこう大人スタイルを作るためのコツって何かありますかね？若く見られたいんだけれど、それはそうなんですけど、でもやっぱり自分らしさみたいなものが絶対になくしたくないなっていうのがあるから、もちろん、肌のねなんか手入れとかいろいろね、そういうものもすごく興味があるし、でも、年相応の綺麗さっていうか、それ自然体なのかな。だからあまり抗わず、人とたくさんこうやって話したり、すごい笑ったりとかすることで、それが一番自分らしさなのかなっていう、あんまり答えになってないかもしれないけど、自然体でいてそれがなんか一番いいのかなって、でそれだと自分が幸せだから、精神的にも安定している、いられる。お気に入りのブランドをすごく綺麗だなって思うのは、ロエベなんかはやっぱりいろんな人のバッグを見るから、すごいバッグのデザインは素敵だなって思います。フランスと日本のファッションの違いって何か感じたりしますか？フランスにいると自由、ファッションが、好きなものを好きなように着るみたいな、それが多分一番似合うものだと思うから、あんまり決まりがないし、特に私はそういう職業的にもそんな規則がないところでファッション楽しめるから。あと肌の露出とかも日本だとなかなかね、足の綺麗な人は年を重ねていても足を見せるし、首元の綺麗な人はいつもこう綺麗に首元を出してね、それはなんか自信を持って自分のものにしてるから、それはなんかフランスのマダムって素敵だなって、いつも思う。パリジェンヌ、パリマダムらしいなんかこうスタイルの特徴って一言で言うとありますか？小物とか使い方がうまいのかな。なんかそう、さっきの巻物じゃないけど、ちょっとした巻物とか足元、靴の選び方とか、ちょっとしたことがすごく素敵だなと思う。で、あとフランス人って褒めるじゃない、みんな。夫も褒めるし、子供も息子も褒めるし、ママ綺麗ってなんか似合うとか、やっぱりそれが女性を素敵に見せてるのかなっていう気がします。パリの好きなところって何ですかね？ほっといてくれるところ。なんかすごく親しい友達でもなんか距離があるじゃない。いろんな関係性の中に距離があって、で本当にこう困った時なんかはぐわーっとこう助けてくれるみたいな優しさとか深さがあって、フランスの生活の中にはそういうものがすごくこうあるので、住めば住むほどそういう部分が好きですね。いいなと思います。あんまりこうあの人あんなことしてるって思ってても言わないし、あんまりそれを引きずらないみんな。それがなんかすごくいい。心地いいですよね。これまでの人生の中で一番これは私のこれが成功って思うことって何ですかね？成功？成功はないですよ。成功はないけど、息子がいるんですけど、一番私の人生の中では、お母さんになれたっていうことが私の中では一番大きな人生のこうなんだろう、ターニングポイントだと思います。息子を泣かせちゃいけないとか思うから、悪いことはしないし。だからなんかそこが一つの私の中のこう軸になっているというか、かな。素敵ですね。
人生でこう大切にしてる哲学的なものってありますかね？自分らしさっていうところかね。ちょっとなんか抽象的だけど、私のこうアティチュードみたいのはなんか自分なりにあって、それは絶対に変えない。もちろん仕事をしたりプライベートでも人との関係とかいろいろあるけれど、最後は絶対にそこは自分の軸は変えないみたいなものはあるかな。自分が信じてそうそう、そこはぶれない、そこは絶対ぶれない。これからこう海外を夢見て日本に今住んでる方とかね、外に出たいなと思ってる方に何かこうアドバイスをするとしたら何か一言お願いします。海外に行きたいと思ったらもう迷わず行くでやっぱり私もこうフランスに来て、でフランスから今アフリカ行ったりインド行ったりメキシコやいろいろな国に旅行していて、やっぱり外に出ないと、見えないものとか感じられないものってすごくたくさんあるし、あんまりこう机の上で調べたり考えたりするよりもとにかくそこに行って、だからなんか私がその会社っていうかブランドを立ち上げたのは本当これから会社作るのっていう、みんな隠居を考えるんだよっていう感じのタイミングだったんだけれど、そこはもう何も迷わずやりたいっていうところで始めたんだけれど、それは年齢関係なく若い若くないとか関係なく、やっぱり自分がそういうことをやりたい見たいと思ったらまず迷わず、そうするといろんな出会いがあって、いろんな人と助けてくれるというか、いろんなことを教えてくれて、やらない後悔よりやってしまったっていうこともあるんだけれど、それを勧めます。どんどんこう外に出てね、お仕事それからプライベート両方どちらでもいいんですけど、何かこれからチャレンジしたいことってありますか？今バッグブランドやっていて、やっぱりそのコンセプトが人の手を使ってこう手作りとか、あとその自然の素材でとか、なんかそこから関連して、今ファッションもアートも食べるものフードとか飲食もなんか全然垣根がない時代じゃないですか。だからなんかそこをどんどん美味しいものとかなんかそういうものももっとなんかいろんな人に知ってほしいし、それはメゾン・エ・ナシ・パリの中でやるのか、それ外でやるのかは別ちょっとわからないけれど、とにかく若いそういうことをやりたい人をどんどん助けるなんていうのおこがましいんだけど、いろいろこう教えてっていうかつなげて、こんなところこんな面白いものがあるからここに行って訪ねてみたらとか、なんかそれが私の今の大きい夢、で息子とかの友達なんかを通してやっぱ若い子たちがよくうちにご飯を食べに来てくれたりするんだけど、やっぱりもうすごい夢がいっぱいで、もう本当に眩しいみんな。今私にできることって多分そういうことなのかなっていう、それがなんか私の次の夢かな。ありがとうございます。今日はインタビューいろいろ質問に答えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。